はい、こんにちは。今すごく暑いです。死ぬほど暑い。今は16茶を飲んでます。16茶とかさ、あんまり自分で買わないけど、久々に今日さっき外いて暑すぎて、なんかこれ飲みたいなって思ったの。めっちゃ美味しい。暑いね。みんな大丈夫？夏バテとかしてません？見てください。スイカバー買っちゃいました。スイカバーってさ、多分夏限定だと思うんだけど、私ここのスイカバーのこの茶色のチョコのところが大好きなの。全然スイカの味しないけど、これアイス食べてチョコチップっぽいのがカリッとなるのが好きで、夏になったらよく買うんだけど、これ見つけたので買ってみた。でもなんかね、ボキって折れた気がする。開けてみるね。よいしょ。反対だ。見て。反対だった。こっちが持つ方。溶けてます。はい。折れてました。見て。美味しそう。見た目が好き。これのメロンの味もあるよね。それも美味しいよね。はい、いただきます。うまっ。ちょっと人工っぽい感じがすっごい好き。この前さ、友達の家泊まった時に友達がスイカ出してくれたの。もうすっごい大きいやつ。友達はスイカの種のまま食べてて、私種全部捨てる派なの。なんならスイカは好きだけど、スイカの種がめんどくさいからあんまりスイカ食べてないの。私がちまちま種を出しながら食べてたら、なんで種出してんのって言われて、スイカいろんな食べ方あるよね。凍らしても美味しそう。数年前に好きだった人とこれを食べた記憶が今蘇りました。もう全然その人知らないけどね。何してんだろう今。なんか待って、もう溶けてきた。はい、ちょっとお皿持ってくるね。6月になって1年の半分終わりましたけれども、みんなどういう感じですか？こうなんかいろんな人と会う機会が増えた月だなと思ってるので、これ分かる人は分かってくれると思うんだけど、人に会った日の夜は結構自分で考えちゃうの。私これ言わなきゃよかったとか、聞いてなんか嫌な気分させちゃったかなとか、一人で勝手に反省会を開いてしまうんです。この癖が全然治らないっていうことで、すごい夜が毎回何かしらでうわってなってた。しかもなんかね、その人と話してる時は全然楽しいの。めっちゃ楽しいの。その時は全然感じてなかったことを後になって感じちゃうことがすごい多いんだよね。だからその時にすごい笑ってるのは真実で、その時は本当に楽しいと思ってるの。だけど家帰ったらなんかうわってなるの。これなんでなんだろうね。毎回答えがわからない。特に髪切ってもらってる時とかネイルしてる時とか、自分がお客さんとしている場合ってさ、どこまでプライベートを話していいんだろうみたいなさ、あっちはそんなに思ってないかもしれないけど私はなんかお客さんってどこまで話しちゃうんだろうと思っちゃう。でも結構やっぱさ、自分の髪切ってもらったり、自分の手を触ってさ、ネイルしてもらったりすると心開いちゃうじゃん。全然他人なのに。で、なんか謎にベラベラ喋っちゃったりするよね。これありません？私前脱毛通ってた時、もう脱毛とかさ、もう全部見えられてるじゃん。だから脱毛のお姉さんってすっごい話しやすいなって毎回思う。逆に脱毛のスタッフとして働いてる人はもうその全員の顧客の秘密とか知ってそう。なんならみんな話しちゃう気がする。全然関係ないけど、この前ね、渋谷で居酒屋に行ったの。めっちゃかいい。ちょっと待ってね、めっちゃ刺されてる。隣にカップルがいたので、そのカップルの女性の方がもうなんかずーっとスマホを見ていて、スマホもうなんかご飯食べてる時だよ、二人で正面に向かい合っているのに死ぬほどスマホ見てて、もうスマホから目を離さないので、それで、ね、男の人はすごい一生懸命話しかけてて、で全部なんか一言で終わるの、会話が。嵐って今の小学生知らないらしいよっていう謎の脈絡もない会話をその
男の人が始めて、その女の人がそうなんだとか言って終わるみたいなこのくだりを15回ぐらいしてて、居酒屋とか夜のご飯屋さんとか行っちゃうと周りの人の謎の会話とか結構聞き入っちゃうわけよ。でその隣の人たちがすごくてどういうことみたいな感じでずっと聞いてて、もはや私と友達話してもなかった。そのままご飯食べて帰ろうとしたら、ここのカップルかもわからないね、この男女の隣の席に女の子たちがいて、その子たちから「いつも見てます」とか言われちゃって、私本当に死んだ目でご飯食べてたの。多分もうこんな感じの姿勢でこうやって食べてたら、隣の子たちは私のことを見てたっぽくって、すごく嬉しかった。ありがとうございますって感じで、どこで見られてるかわからないなっていうふうに思いました。私がこの男女を見てるように私も誰かに見られてるんだなって思ったらもっとなんか姿勢とかよくしよう、こんな感じでよくしようかなって思った。なんか濡れたんだけど、アイスだこれ。てか私はもう未知な世界が多すぎるから、ずっとね、なんか同じことしてる気がするわけ。それが最近の悩みだわ。なんか最近いろんなところ行きたいなとか、いろんなことやってみたいなとか思ってるの。例えば、お茶を立てたりだとか、日本の伝統的なことの体験、金継ぎとか陶芸とかそういう体験に行きたいなとか、アジアの旅行に2週間一人で行ったんだけど、その時にね、海外の子たち、現地の女の子たちにいろいろ案内してもらったりお話を聞く機会があったの。でその子たちは結構自分の文化を知ってるわけよ。それぞれの自分の地元の文化も知ってたりして、ちゃんと説明してくれるの。それで私も学んだし、すごいなって思ったのと同時に、私自身ずっとこの東京で生まれ育って今も住んでるのにもかかわらず、もう行動してる範囲が狭すぎるし、やってることも少なすぎるから、全然なんか外国の方に自分の国の良さとか説明できないなと思って、言葉足らずになっちゃう。もっといっぱい言いたいことたくさんあるけど、全然言葉と知識が追いつかなくてできないっていう状態になるので、私は今年ヨーロッパとかアメリカとかそっち側にも行きたいし、そっちでもなんか新しい人との出会いが欲しいから、その時に自分の国をちゃんと説明できるようになりたいって思って、そういう体験とかに行きたい。この前大阪に行って散歩してた時に、お寺で座禅やってますみたいな、そういうのに最近は行きたいんだよね。なんなら外国の方が日本に旅行して、その1週間ぐらい旅行に来て全てやるじゃん、多分。外国の人の方がもはや日本の文化やってる説ないだって私毎回さ、海外旅行行く時にその土地のことをさ調べたりするわけよ。美味しいご飯屋さんとかも調べたりするし、海外に行ったらすごい調べるけど、地元となると逆に調べないっていうことが発生してる。これ分かる人いませんか？私のうちの近くにはレストランも何個もあるんだけど、全部行ったことないの。マジで行ったことない。最寄りのレストランも全然行かない。ファミレスとかしか行かない。これってもしかしたら私が東京済みだからなのかなとかも思ったりする。上京する人はさ、自分の故郷と上京した東京となんか2拠点って感じで結構切り替えスイッチができると思うの。すごい便利だし、これは贅沢な悩みかもしれないけど、なんか地元感があんまりないというか、どうなんだろうね。だって東京の郷土料理って何あんの？まず香川飯みたいなあるよね。東京はなんかいろんな地域のがギュッと凝縮した感じがする。日本の地方、田舎に行って、田舎の美味しいものとか文化とか絶対いっぱいあると思うの。で、それをみんな Vlog みたいな感じで紹介したり、その地元のこと話したり、それこそ私のフォロワーにも東京済みじゃない子たちたくさんいると思うから、その人たちと会ったりしてお話しして、地元のいいとことか聞いたりして、でご飯とか食べて泊まって、そこの地域のことを伝えつつ日本の良さも伝えて、で私には海外の視聴者の方もいるから、それにも伝えて、なんか文化交流みたいな。なんなら私は最近大学に潜り込みたいなとか思ってて、いろんな大学あるじゃん。で今の若い子たちのトレンドとか流行りとか何考えてるとか、どういう食べ物が好きとか、そういうのって結構私気になっちゃう。知らない人の好きなことを聞くの大好き。そしたら全然その人知らないんだけど、その人のなんかビハインドストーリーを自分で想像するから結構楽しいのね。
それをやりたくて、なんか大学に潜り込みたいなっていうのも最近考えてます。もう東京には20年も住んでいるのに行ってないところが多い。もう20歳なのにまだまだ知らないことも多い。もう20年、でもまだ20年。何度も行く渋谷で初めて上から見下ろした景色はいつも見ている景色なのに全く違って見えた。見る視点でこんなに変わるんだなって改めて思ったの。同じ場所でも見る角度が変わるだけで新しく見える。私の考えもそうかもしれない。今は何でも自分で選択できるじゃない？だから自分の好きなことだけを汲み取って他の世界はないことにしている。その方が楽だし心地いいし安心できる。でもこの世界にはまだ触れてないものとか知らないだけで面白いこととか絶対にたくさんある。そういうのをもっと探したいし自分の目でちゃんと見ていきたい。さっきの渋谷の交差点を見てたら自分の悩みがどれだけ小さいか分かったし、こんなに何も知らないのに毎日同じことばかりしてる自分の時間がもったいないなって思ったりました。さっきもまたインスタで1時間なくなったし。なんとなく見てるけど1年前のインスタなんて1ミリも覚えてないじゃん。あの時何を見て何を思ったかなんて全然残ってないの。人生はみんな同じ時間が与えられているのに時間の価値はみんな違う。その価値は自分で決めるし自分の選び方で変わる。だから私はみんなの心に残る動画を作りたいし自分の心に残る時間を過ごしたいな。ちゃんと生きたいって言うと重いけど覚えてる時間をちゃんと増やしたい。そういう気持ちで日々を過ごしていたら小さい気づきは自然と増えてくると思うし、その気づきが自分の価値観とか生き方とか人生の方向をちょっとずつ変えてくれる気がする。みんなは最近いつ新しいことした？興味あることってある？それやるだけで人生変わるかもしれないよ。でも実際に行動する人って多分 1% くらいしかいない。私はその 1% の人間になりたいな。自分の人生にちゃんと関わっていたい。OK、ありがとう。私のもう脈絡もない前触れもないすごくランダムのお話に付き合っていただきありがとうございます。アイス食べながら話そうとか思ったんだけど、もうアイス秒速で食べ終わっちゃってもうただただ私が話してるだけの動画になっちゃったんだけど、楽しんでくれたかなご飯食べてしっかり寝て、いい感じに人生を送って、疲れたらまた私の動画を見たりしながらゆっくり進んでいきましょう。はいありがとう、見てくれて。じゃあね、バイバイ。またね、バイ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 。